どうも、日本語で喋りましょうの岡戸です。このポッドキャストではナチュラル日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードのフリーガナーと英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトをパトレオンで公開もしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人は最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。はい。今日はね、なんとスペシャルゲストに来てもらってます。早速紹介します。どうぞ。木村です。はい。今日のね、木村スペシャルゲストに来てもらってるんですけど、最近ね、木村が転職して、で、今週から新しい仕事を始めたんだよね。そうだね。うん。うんうん。なのでね、今日はその木村の転職の体験談についていろいろ聞いていきたいと思います。はい。で、まずは、転職おめでとありがとうございます。そうう。いろいね。ろ大変だったと思うけど。うで、まん。ず転職について聞きたいんだけど、どうしてさ、うんうん。転職しようと思ったの？今、オーストラリアに住んでて、うん、で、長くオーストラリアに住むって考えたときに、うん、もうちょっと自分があと10年、20年ってやりたいような仕事ないかなと思って、うん。ずっと探してたのが、それが、そうだね。ビザが、永住権が降りたのが、きっかけかな。仕なるほどね。こう、事ビザでずっに変える。と仕事を続けてたけど、永住権が降りて、もっとオーストラリアに長くいるっていう長期で考えたときに、その方がいいかなと思ったってことね。そうだね。うん。なるほどね、なるほどね。それとさ、結構俺と今木村30歳でさ、30歳ぐらいで仕事の経験もそこそこあったらさ、転職って結構考える年齢だったりもするよね。そうだね。それも一つだったと思う。自うん。分の今までの経歴とかを見返した上で、この仕事をこのままやってていいのかなとか、で、いうん。ろんなことを考える年だうん。から、その30代って。うん。だから、そう考えて、で、実際にその転職をしたっていうのは良かったかなって思う。なるほどね。でももちろんね、今の仕事に満足はしたけど、もっと新しいことをしたいってのもあったし、人生を長く見て、このままでいいのかなっていう大きい人生の決断の一つでもあったわけね。そうだね。うん。うんうん。結構そういう時期だよね。俺の周りの友達でも転職実際したりとか、転職考えてる友達、この30歳前後で結構いるもん。で、このさ、転職で、今の仕事に決めたと思うんだけど、その転うん。職活動をしてるとき、仕事を探してるときに、一番ここが大事だなと思った価値観とかある？例えば、年収とかさ、やりがいとか、仕事の環うん。境とか、どれを一番重視して仕事を探した？やりがいかな。あ、そうん。う。前の仕事ではそんなにやりがいがなかったってこと？やりがいはあったんだけど、そのうん。もう自分がやれることの限界が分かってたから、うん。前働いてたところはレストランで、お店の管理とかやってたんだけど、うん。うーん、まあ、もっといろんなことチャレンジできるんじゃないかなって思ったのがある。なるほどね。なるほどね。結構ね、職場とか業種によってはさ、もう天井が決まってるっていうかさ、もういける成長できる範囲が決まってるからさ、そういう人にとってやっぱり転職するしかないっていうパターンもよくあるからね。そうそう。前のところが別に嫌いだったとかってことは全然なくて、本当に、うん、あの、いろんなことを学んだし、そこでね、うん、成長できたけど、うん。次に進もうと決心した感じ。なるほどね、なるほどね。じゃあ前向きな転職だね。うんうん。だから、自分の中では、辞めたっていうか、卒業みたいな感じで思ってるけど、なんかかっこそう。いい言い方。自分の中で、辞うん、めましたっていう感じの辞め方をしたことがなくて、アルバイトとかにしてもだけど、うん、うん、自分の中ではいい経験したなって思った上で、次うん、のことに進んでるから、それうん、は退職なんだけど、うん。卒業みたいな。
なるほどね。じゃあ今まで仕事を辞めたことがないと。卒業しかしたことない。よし、そういう感じで、まあ、その前の、働いてる人たちとも、うん。いい関係を保ちながら辞めてるうんパターンうんうん。が俺は多かったというか、今まではそういう感じ。あ、じゃあすごい今までね、ずっと恵まれてたんだね。そういう職場にね。そうだね。うん。なるほどね。で、転職活動をさ、実際にしてみてさ、大変だったこととかさ、これは気をつけようと思ってたこととかある？大変だったなって思うのは、うん。自分をアピールすること。うん。あ、そう。それは具体的にどういうこと？あの、日本人の性格なのか、まあ自分の性格なのか、どうしてもちょっと、なんだろうね、自分のことをこう伝えきれないところがなあるかな。るほどね。実際、言葉でどれだけ自分ができるかってこうアピールしうん。て採用してもらえるわけで、なるほどね。じゃあ実際の仕事ぶりを本当は見てほしいんだけど、それを言葉にして言わなきゃいけないから、そこが大変だったってこと？そこが大変だった。うん、そ確かにね、日本人結構あるかもね。やっぱりさ、謙虚にとかさ、あんまりね、大げさに言うのはどうなんだろうって思っちゃう人多いから、自己アピール苦手な人は多いんじゃないかなと思そうだと思うよ。う。うん。じゃあ転職の時はあえて、なんだろう、ちょっと話を盛るじゃないけど、大げさに言ってみたりしたの、それは？もちろん自分がやったことしか伝えてないけど、このチームがこれを達成しましたっていう風な言い方にしたいところを、まあうん。自分がこう、やりましたみたいな。うんうん。なるほどね。チームのおかげで一緒にできましたっていうより、自分がそこに貢献したおかげでチームができましたみたいな言い方ってこと？うんうんうん。うんうん。まあ同じようなことを言ってるけど、まあ聞こえ方はちょっと違うよね。いや本当にこれは日本人だったらみんなわかると思う。やっぱり自己アピールとか、自分は実際にその、まあ、資格とか経験があるんだけど、遠慮しちゃうっていう人はすごいいるから、いや俺も実際自己アピールしてくださいって言ったらちょっと謙虚に言っちゃうと思うもん。うんうんうん。そああ、これは日うだね。本人あるあるだね。そうね。で、今週から、新しい仕事を始めたんだよね。そうん、今のところ仕事どう？新しい仕事。う。新鮮だし、うん。やりがいがあるなって思った。あ、そう。その今、一週間弱ぐらい仕事をさ、してみてさ、楽しいと大変と、どっちの方が大きいと思まあ楽しいが勝ってくるんだろうなっていうのは、まあ全然う？うん。まだ一周目なんて全然そんなね、いろんなこと任されたりしないから、大変うん。ではなかったし、うん。でも、まあその一週間の中で、なんだ、書類とかをこう、目を配ったりとかして、思ったのは、うん。すごいやりがいがありそうだなって思った。これから楽しくうん。うなりそうだな、ん。みたいな。うん。あ、なるほどね。まあ、まだ仕事を実際にいろんなことやってるわけじゃないけど、面白そうだなって、面白そうな仕事だなっていう実感はあるのね。そうだね。うん。うんうん。なるほどね。なるほどね。で、多分今このポッドキャストを、このエピソードを聞いてる人の中でも、転職を考えてる人っていうのもいると思うんだよね。で、日本の例えば会社に就職するとしてさ、木村から何か転職に関してのアドバイスとかある？そうね。身なりって大事だと思うね。うんうん。あ、そう。それは具体的にどういうこと？日本人は、その就職活動をするときなんかは、もう本当に自うん分ができるベストのベストの見うん。た目をこう、準備してくると思う。なるほどね。から、例えばじゃあ、靴をこう磨いたりとかそういうこと？靴磨く、もちろんそうだね。靴磨いたりとか、うん。こう自分がかっこよく綺麗に見えるとか、その一番の状態をこう、準備するうん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 。と思う。確かに確かにそれはあるかもね。本当に例えば靴の汚れとか、シャツにシワがあるとか、ネクタイちゃんと締めれてないとか、そういう細かいところまで気を使える人なんだなってのが、そのもう身なりでわかるし、結構日本でさ、内面は外見に出るとか言うじゃん。うん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 。うん、だからそういう意味でも、やっぱりそういう細かいところに気遣いできる人とか、
どれだけこの面接に準備してくれたんだっていうのが、この外見でも見えてくるから、日本の会社にこれから勤めたいって考えてる人は、そういうとこも確かに気をつけた方がいいかもね。そうね。あと一個、面白いのは、うん。日本人って結構うなずくんだよね。人の話聞いてるとき。うんうんって。確かに。確かに。このビデオ、今俺らが話してる中でも、こう、うん。うんうんってやってるけど、すうん。ごい日本人、やるのよ。それでさ、相手が言ってることを理解してることを伝えてるから、確かに確かに。それは結構ね、相手も多分見てる気づくよね。このうなずいてなかったりしたらね。本当にうんうこの人聞ん。いてんのかなって思うと思うよね。そう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 。うん、確かにそういう本当に細かいところで積み重なってね、この人は仕事できるんだなって思われたりするからさ、そこはうん。確かに大事だね。そうね。うんうん。まあね、このエピソードを聞いてる人の中にね、今まさに転職したいと思ってる人とかさ、実際に転職活動中の人とか、まあいると思いますけど、まあ、皆さんもね、木村が成功したように転職活動がうまくいくといいですね。ぜひ頑張ってください。はい。はい。頑張ってください。ということで今日は転職体験談について話してみました。皆さんは転職についてどう思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容のフリーガナーと英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。